は調子が悪いからな。肩こりと。はい、皆さんこんにちは。ラペラのなぎさです。アニメで日本語トレーニング、今日も一緒に楽しく日本語を勉強していきましょう。さあ、今日のコスプレは、コスプレというか、これは帽子と服が一緒になったものです。皆さん、このキャラクターを知っていますか？世界でも有名なキャラクターですよね。わかった人はコメント欄にどうぞ。それでは今日のアニメの紹介です。ペケペケペケッツくん。宇宙人ペケッツと日本人の中学生のよくある日常コメディです。YouTube アニメにはゲームネタもたくさんあります。ゲームが好きな人、日本の中学生の生活を知りたい人、日本の子供たちの生活を知りたい人はぜひ見てみてください。それでは今日のキャラクターです。ペケッツ。地球を支配するためにペケペケ星からやってきた宇宙人。二階堂瑠衣。地球の日本に住んでいる中学生の男の子です。ペケッツにいつも困っています。それでは今日の場面です。ペケッツが家でゲームをしています。ペケッツはまたゲームで負けてしまいました。それでは単語を見ていきましょう。こちらの画面はスクリーンショットを撮ったりメモを取ったりして勉強してください。私の後に皆さんも発音しましょう。負ける、負ける。まだまだ、まだまだ。調子が悪い、調子が悪い。肩こり、肩こり。寝不足、寝不足。かゆい、かゆい。足の裏、足の裏。気になる、気になる。言い訳、言い訳。はい、皆さん上手に発音できましたか？それではアニメを見ていきましょう。アニメは全部で3回見ます。まず1回目は目標。大体のストーリーがわかることです。アニメを見て質問に答えましょう。質問は、ペケッツはゲームが上手ですか？それではアニメを見ていきましょう。どうぞ。まだまだペケッツには負けない。でも今日は調子が悪いからな。肩こりとかひどかったしな。あと寝不足だし、目もかゆかったし、足の裏もなんかずっと気になってたし。言い訳がすごいな。そんなに言うならまた明日やる？もちろん明日はもう絶対負けないから。また負けちゃった。はい、皆さんどうでしたか？大体のストーリーわかりましたか？それでは質問です。ペケッツはゲームが上手ですか？いいえ、上手じゃありません。また負けちゃったとペケッツが言っていましたね。また負けちゃったということは何回もやってまた負けたということですよね。それでは2回目を見ていきましょう。2回目の目標はターゲット文法を聞いてわかることです。字幕に穴があります。何と言っていましたか？気をつけて聞きましょう。字幕は全部で4つあります。
それではどうぞ。また負けちゃった。まだまだペケッツには負けない。でも今日は調子が悪いからな。肩こりとかひどかったしな。あと寝不足だし、目もかゆかったし、足の裏もなんかずっと気になってたし。言い訳がすごいな。そんなに言うならまた明日やる？もちろん明日はもう絶対負けないから。また負けちゃった。はい、皆さん、2回目はどうでしたか？それでは字幕に穴が4つありましたね。1つずつ見ていきましょう。まず1つ目はこちら。肩こりとかひどかったしな。ひどかったしなという部分ですね。2つ目はこちら。あと寝不足だし。皆さん聞き取れましたか？それでは3つ目のターゲット文法はこちら。目もかゆかったし。そして4つ目はこちら。ずっと気になってたし。はい、皆さんどうでしたか？4つとも全部わかりましたか？それでは今日の文法を見ていきましょう。何々し、何々し。JLPT のレベルで言うと N4 レベルです。これは初級レベルのとてもベーシックな文法です。それでは詳しく見ていきましょう。1番、理由の列挙。これは何か失敗をしたり、何か問題があったときに理由を言います。一つだけではなく、いろいろな理由があるときに並べて言う言い方です。何々し、何々しという文で最後に結論を言います。何々しの何々の部分は動詞の普通形、いい形容詞、そしてな形容詞、名詞も使うことができます。な形容詞と名詞の場合は何々だしとなります。ターゲット文法の中では寝不足という名詞について寝不足だしとペケッツが言っていましたね。それでは例文を見ていきましょう。このレストランは安いし美味しいし、私はよく行きます。このレストランによく行きます。その理由を言っています。理由は安い、そして美味しいです。それではもう一つ例文を見ていきましょう。仕事も終わったし、ご飯も食べたし、お風呂も入ったし、あとは寝るだけ。もうすることはない。全部終わった。という結論を強調するような言い方ですね。そして、文の最後に何々だし、理由を一つだけ挙げて、他にも理由があることを表す表現もあります。たくさん理由があるけど、代表的な理由を一つだけ言って、他にも理由があるということを聞き手に想像してもらうような表現にもなりますね。それではアニメの中の文を見ていきましょう。肩こりとかひどかったしな。この後に他にも理由があるということを聞き手に想像してもらうような表現ですね。そしてペケッツはこの後に続けていっています。あと、寝不足だし、目もかゆかったし、足の裏もなんかずっと気になってたし。それは、だからゲームに負けちゃった
という結論のために理由をたくさん並べて言ってるんですね。この文法は話し言葉でよく使われます。書き言葉ではあまり使いません。でも、ペケッツのようにたくさん言うと言い訳のようになりますから注意しましょう。何々し、何々し、もう一つのパターンを見ていきましょう。2番目は並列描写です。ただ理由を並べるというよりも、いろいろなポイントを並べて言う、続けて言うときに使う表現です。特に理由を強調したり、結論を強調したりする言い方ではありません。それでは例文を見ていきましょう。みどり先生は綺麗だし、優しいし、それに教え方も上手です。みどり先生はいい先生です。そのポイントを並べて言っているんですね。綺麗、優しい、そして教え方も上手。このようにポイントを続けて並べて言うことができます。もう一つ例文を見ていきましょう。東京は仕事もたくさんあるし、便利だし、とてもいいところです。このように東京のいいところ、いいポイントを並べて言っています。そしてこの何々し、何々しを使うと、これ以外にも他にもたくさんいいところがある、何かポイントがあるということを聞き手に想像してもらうこともできます。何々しの前はいろいろな品種を使うことができますので、いろいろな言葉とつなげてたくさんの表現ができるようになりますね。それでは皆さんも話してみよう。ここは活動の時間です。何々し、何々しを使って病気の様子を話してみましょう。風邪をひきます。風邪をひきました。皆さんはどうなりますか？咳が出ます。熱があります。頭が痛い。お腹が痛い。皆さんはどうしますか？病院へ行きます。学校を休みます。会社を休みます。家で寝ます。それでは皆さんもこれらの言葉を使って病気の様子を話してみましょう。咳が出ます。熱があります。何々し、何々しを言うときは、二つ目の様子。この場合は熱があります。このがの部分をもに変えるといいですね。ですから、咳が出るし、熱もあるし、今日は家で寝ます。二つ目の様子のがをもに変えると良くなります。それでは皆さんも話してみましょう。風邪をひきました。病気の様子はどうですか？頭が痛いです。お腹が痛いです。それでは皆さんも話してみましょう。できましたか？頭が痛いし、お腹も痛いし、これから病院へ行きます。二つ目の様子、お腹が痛いがの部分をもに変えて言うことができましたか？
それではもう一つ練習をしましょう。風邪をひきました。様子はどうですか？頭が痛いです。熱があります。皆さん、どうしますか？熱がありますのがをもに変えて話してみましょう。どうぞ。できましたか？頭が痛いし、熱もあるし、今日は学校を休みます。それでは次のアクティビティです。あなたの好きな街や場所を紹介してください。それではまず私が紹介しますね。夏休みに伊豆へ行きました。伊豆は富士山の近く、静岡県にあります。自然がとても綺麗で、美味しい食べ物もたくさんありました。写真は椎茸の料理です。椎茸はマッシュルームの仲間ですね。ハート型の椎茸を見つけました。そして、伊豆は昔、金がたくさん取れました。金がとても有名なんです。アイスクリームまで金でした。とても美味しかったです。それでは今日の文法を使って言ってみます。伊豆は自然が多いし、美味しい食べ物もたくさんあるし、とてもいいところです。それでは皆さんも言ってみてください。それでは次のトピックは、あなたの好きな人や動物を紹介してください。私のうちにはチンチラのしじみたんがいます。しじみたんについて紹介しますね。しじみたんはよく食べるし、よく遊ぶし、いつもとても元気です。それでは皆さんも話してみましょう。それではここでコーヒーブレイクです。今日は日本の夏の神社についてお話しします。私はこの夏、有名な2つの神社へ行きました。一つはこちら、宮地嶽神社。風鈴祭りというのが行われていました。風鈴の涼しい音を聞いて夏の暑さをしのぐお祭りですね。そしてもう一つは太宰府天満宮。こちらは神社の参道です。この道を通って本堂へ向かいます。太宰府天満宮の本堂はその時工事中で、こちらは珍しい仮本堂の状態でした。本当の本堂が完成するまでの間の仮本堂ということですね。このような仮本堂もなかなか見るチャンスがありませんので、とてもラッキーでした。皆さんの国はどうですか？夏がない国やずっと夏のような国があるかもしれませんね。それではここからは解説と練習です。アニメの本編を見てしっかり練習しましょう。それではまずこの場面から。いけいけいけとペケッツがゲームをしていました。さあ、どんなゲームをしているんでしょうか。さあ、ゲームはどうなったでしょうか。また負けちゃった。ペケッツはまたゲームに負けてしまったようですね。それを見てルイくんが言います。まだまだペケッツには負けないよ。そのルイくんの言葉に重ねて
ペケッツはこのように言っていました。いやでも、今日は調子が悪いからな、とペケッツが言いました。ルイ君は不思議そうな顔をしています。ペケッツは負けず嫌いですね。ゲームに負けたことが悔しいようです。調子が悪いせいにしています。その理由をペケッツはこのように言っていました。ターゲット文法が出てきます。肩こりとかひどかったしな。ペケッツに肩こりとかあるんでしょうか。肩こりとかのとかはなどと同じ意味です。これは話し言葉になります。とてもカジュアルな表現です。肩こりとかひどかったしな。何々だしという言い方は他にも理由があることを表しています。あと、寝不足だし。あとは他にも何か続けて言う時の接続詞。これも話し言葉です。さあ、まだまだ理由はありましたね。目もかゆかったし。と、ゲームに負けたいろいろな理由を続けて言っています。まだありましたね。足の裏もなんかずっと気になってたし。ゲームに負けた理由を次々に続けました。なんかというのはなんだかという同じ意味の言葉があります。他にもいろいろな使い方がありますが、理由、原因がわからないが、なんとなくのニュアンスがあります。ペケッツのゲームに負けた理由を聞いていたルイ君。言い訳がすごいな。ゲームに負けた理由を言い訳だと言っています。ちょっと呆れていますね。そんなに言うなら、そんなに負けた理由、言い訳を言うなら、また明日やる？負けた理由をずっと言っているペケッツに、ルイ君はチャンスをあげました。ルイ君、優しいですね。もちろん、とペケッツが答えました。ペケッツの顔を見てください。皆さんはどう思いますか？明日はもう絶対負けないからとペケッツは言いました。絶対の部分を見てください。正式な書き方は絶対。小さい「つ」は1つです。でもここには2つありますね。小さい「つ」を2つ以上つける強調表現です。これは漫画などに出てくることがあります。さあ、ペケッツは明日もゲームをやるようですね。そして次の日です。もう一度チャレンジ。さて、どうなったでしょうか？ペケッツは勝つことができましたでしょうか？また負けちゃった。次はどんな言い訳をするのでしょうか？さあ、それでは3回目を見ていきましょう。目標は1回目、2回目よりもわかることです。日本語の字幕があります。それではどうぞ。まだまだペケッツには負けない。でも今日は調子が悪いからな。肩こりとかひどかったしな。あと寝不足だし、目もかゆかったし、足の裏もなんかずっと気になってたし。言い訳
訳がすごいな。そんなに言うならまた明日やる？もちろん、明日はもう絶対負けないから。また負けちゃった。さあ皆さんどうでしたか？もっとチャレンジしたい人はアフレコしよう。字幕を何回も読んでアニメの真似をして発音を練習します。もっとチャレンジしたい人は次の動画を見てください。それではまた皆さん、アニメで日本語トレーニングラペラ日本語教室また見てくださいね。新しい動画、同じレベルの動画はこちらにあります。皆さんまた次の動画でお会いしましょう。ではさようなら。